こんにちは、関野義晴です。先週はベリン海に浮かぶセントローレンス島に行って捕鯨を見せていただき、そしてウェイドさんと一緒にアラスカからセントローレンス経由でシベリアまで、450キロを彼らの海ヤックで渡る計画に臨みました。1回目はテスト航海なんですがうまくいかなかったんで、2回目だと思ったんですが風が吹かず、突然ウェイドさんはもう2回でやめたいっていうので、結局海ヤックでの渡航は失敗に終わりました。で、後日シーカヤックで渡ることになります。その前に、アラスカの旅を、自転車とユーコン川の川下りで、進めたいと思います。それが今回の映像です。ご視聴ください。関野さん、汗がすごいですね。塩降ってる。すごい。なんかね、あれみたい。月の輪のね、ふわみたい。日焼けしました。かなり1日だね。昨日か2日、1日半。How are you? Do you have a campground for my tent? One tent? Yes, we do. Yeah. When you go outside, Yes. you can pick any campground you like. Yeah. Yeah, Okay. and it's just $9. Are you on the bike? Yes. Yeah. Where did you begin? The Chile or South America. Oh my goodness! Wow. And why are you doing this? Africa. You're going to Africa. But why? Just for fun or for charity? My hobby. Your hobby. Gosh, you must be very strong in the legs. Good luck. Yeah. Thank you. Thank you. We have been bicycling for 3 years. And now we are going from Anchorage down to Chile. Down to Chile. The way you came, but we go the other way. I want to go down Yukon River by kayak. Oh, yeah. I want to cross Bering Sea. How old are you? Yoshi? 48. 48, And you? 44. This is a very old woman. She's 42. It was really nice meeting you. Yeah. See you again. In Africa. Africa, yeah. It's a long Nice to time. meet you. You too. Bye-bye. Bye bye. Goodbye, Japan. ゆるい靴下が好きだし、ホットケーキが好きだし、日本の女子高生と趣味が似てる。関野さん、日本の女子高生がどんな趣味してるか知らないでしょ。でもこの前見たよ。でも日本にいるのは年に一日歩けば会うって高校生じゃない。そんなに浦島太郎みたいになったりはしないですか。しないですね。進んでます。進んでます。
聞いてください。大きい町出ていくと一番嬉しいのは新聞がある。日本の新聞。何か事件が起きるとやっぱりどうしてそんなことが日本で起きるのかとかすごく、じゃあ逆に言うとこういうとこ先住民とか歩いててもあるものが残っててどうしてここは残ってて日本はなくなっちゃうんだろうかとかね。だからいつも日本を度外視してこういうとこ歩いてるわけではなくて、逆にこういうとこ歩いていく時は日本を考え直すために歩くとか。別になんか社会的な事件じゃなくてもいいんですけど、ご家族のこととかそういうのは全然気になる。毎日気にしてますよ。こっから川下り緩やかな川だ。どうでした自転車の旅は？自転車の旅一つはなんか軽い達成感ですかね。いろんな人と軽い付き合いをしていくって一番軽い付き合いなんて本当にトラックのうんちゃんとさ本当にこう手挙げてさ会釈するだけじゃ多分二度と会わないだろうけどなんか関係を持ったって感じがするの。多分向こうも黙ってるけど「こんにちはさよなら」っつってると思うんだよ。そういう付き合いもいいなって。
今捨てちゃう。だからもらった。捨てちゃう。食べるのかっつったら捨てちゃうって。1杯目カレー、2杯目イクラ、3杯目鮭。みんな腹の方から食いますね、なんかね。取りたて、焼きたて、うまいうまい。どうするの？優子にしたって感じだな。鮭を食べて。鮭を食べて。うん。鮭でも食わないとどこ食だっていうと同じじゃないか。なんかアマゾンで区別つかなかったよ。新大陸終わり。いかがでしたか。今回はゲストをお迎えしています大島新さん。よろしくお願いします。映画監督として唐十郎さんの映画とか、あるいは園子温さんの映画を作ってきました。で、去年から今年にかけては非常に話題になった「君はなぜ総理大臣になれないのか」。間違ってた。なぜ君は。なぜ君は。どちらでも。はい。という映画が大ヒットして、ポレポレ東中野では何ヶ月やったの？半年やりましたね。6ヶ月。はい。で、その映画はキネマ旬報の、監督賞ですか。文化映画ベスト10 1位というのをいただきました。という賞をいただいて、大ヒット映画を作って、その他にもテレビ番組も、たくさんやってます。たくさん作っています。そして、映画では私たちが作った映画、僕らのカヌーができるまでとか、ジョモゴとパクル号の公開お手伝い程度でしたけど、プロデューサーをやってもらったり、それからテレビ番組としてはスイッチインタビュー。そうですね。スイッチインタビュー、達人たちっていう番組の、関野さんと山際十一さんの会の番組プロデューサーをやらせていただいて、でその時のディレクターだった、前田明さんが、作ったカレーライスを一から作る、映画カレーライスを一から作るそれのプロデューサーも、やらせていただきました。あと僕の番組を作ってるんですよね。グレイジャーニーの担当になったんだけど、実は早稲田の探検部の OB なんですよ。ところがグレイジャーニーには興味ないっていやちょっとそれ誤解を招く、あれなんですけども、
まあグレートジャーニー、私1995年にフジテレビに入りまして、で早稲田の探検部にいたものですから、もう関野義治さんという方はもうその時点で探検業界という、まあちょっと特殊で狭い業界のある種レジェンドのような方でしたので、内定が決まって入社する直前の、1995年2月だったかな、グレートジャーニーの1ですね、あれが放送されまして、もう結構衝撃を受けてですね、もともとドキュメンタリー志望だったんですけれども、ぜひこの番組に参加したいというふうに思って、会社にもそういうドキュメンタリーセクションに行きたいし、もし関われるのであればグレートジャーニーの担当をやらせてほしいっていう話はしたんですね。でそのグレートジャーニー興味ないっていうことはなくて、ただ私がもともと人物ドキュメンタリー思考がありましたので、その後の映画なんかもそうなんですけれども、でグレートジャーニー仕上げで関わっていくうちにですね、最初はもうペイペイの本当にキャリア1年目の AD でしたので、現場には行けなくて、ディレクターさん一野さんは撮ってこられる素材を、編集マンと一緒に見るところからスタートしてですね、すごいなかなか今ではありえないようなものすごい特別番組だったわけですけれども、行く先々で映ってるものは確かにすごいんですけど、それ以上にこれをやってる関野さんという人にですね、とても、興味を覚えたっていうのが最初の、だからグレートジャーニーに興味ないというよりも関野さんにより興味を持ってしまったという感じでしたね。それで2、3と、仕上げの AD をやって、いつか一度現場に行けたらいいなっていうふうには思ってたんですけども、そのチャンスが、ようやく、アラスカの自転車の旅ですね、今ご覧いただいた旅だったんですけど、そこでやってきまして、短い期間一緒に過ごさせていただいて、でいろいろ印象にも残ってるんですけど、今日本当に久しぶりに私も実は見ていただいた自転車の旅とユーコン川の川下りが含まれたグレートジャーニー4というね、アラスカ編でもあり、遥かなるユーラシアっていう、最終的にはベリン海をカヤックで渡るシーンがあるその番組を久しぶりに見ましたね。それで当時関野さんは48歳で私は28歳だったんですね。20違うんで。で、今私は51になりまして、当時の関野さんへの年上になってですね、非常に感慨深いものがありましたのと、あとグレートジャーニー始まって関野さんの奥様の玲子さんのですね、有名なセリフがあって、バカだと思っていたけれどもこれほどバカだと思わなかったという言葉があるんですけれども、グレートジャーニーを始めたことについてね、私今回ですね51歳になって48歳の関野君に言いたいのはですね、とてつもないバカだなともう改めて見て思いました。もうこんな若かったからかまたちょっと違う、今50を過ぎて思うんですけど、こんなことをずっとやってたんだな、そうなんですけどね、ずっとやってたんですけど、もうびっくりするなという思いを新たにしてですね、特にベリン海を渡るっていうのがいろんな波乱があるじゃないですか。それで前回かな、その海役の挑戦もそうですし、最初はもう氷が固まったら歩いて渡るっていう計画を考えてらして、で最終的にはちょっとネタバレっていうか先出しの話になっちゃうんですけど、ベリン海渡ってこのロシアの街についてそのグレートジャーニー4の最後のシーンがあるんですけども、もう晴れやかなお顔をされてですね、これからをワクワクするっていうことをおっしゃってるんですね。でもこの長いスパンで南米の最南端から、最終的にはアフリカまでゴールするわけですけど、ちょっと異常ななんだろう、以前から思ってましたけど、どこか何かが関野さんの満腹中枢がですね壊れてるって、これ誰かも言ってましたけども、なんかそんなことを改めて感じましたね。とにかくすごい旅をされていたなっていうのを、その本当に短い、今日見ていただいた自転車とユーコン川っていうのはそのハードな旅の中では比較的
こうのんきな旅というか、のんきな旅の割とこうほっと一息のような、ところだったかなと思うんですけど、まあその旅の部分でも私がやっぱりそのもともと持ってた関野さんへの興味っていうのが映像にちょっと出てるのかなというような気はしています。はい、まあ自転車で最初旅始めた、あれアラスカハイウェイなんだよね。はい、広かったよね。広かったですね。すごい本当にもうずっと飛行場をね、行ってるっていうような、中型旅客機ならずっと降りれそうなとこばっかりだよね。ただ面白いのはあそこがなんで作ったと思う？なんでしょうね。あれ1940年代前半なんですよ。ってことはパールハーバー戦争と関係ある。で要するにアメリカと日本が戦ってもいるわけで、はい、今に至ってまで、はい、アメリカの国土を外国人の軍隊に占領されたことないんですよ。はい、空爆されたことはある。はい、パールハーバーも、はい、同時多発テロもやられてるけども占拠はされてないよね。ところが日本軍に占拠されちゃってるんですよ。なるほど。それがアリューシャン列島のアツとキスカ島なんですよね。でそういうふうにこう、上から日本が来るっていうのでアラスカ側から入ってくるわけですね。それを迎え撃つだけの道路みたいなんですね。であとはソ連への支援ですね。要するにソ連は昔は同盟軍、同盟軍連合軍だったんで、はい、そのための道路だったみたいですね。だからものすごい勢いで、広い道路を作ったんですね。突貫工事みたいな感じでやったんですかね。そうか、アッツとキスカ島はじゃあ特別な。パールハイバーの後に、だからもうアメリカの領土ですからね、それを日本軍が占拠したんです、2つ。で結局は、まあ、ミッドウェー海戦ってありましたね。あれで局面が全部くるっと変わるんだけど、あっちにこう目をこっちに向かさせようって陽動作戦もあったみたいで、まあ本当にすごい玉砕なんですね。2000人以上が、まあ、でもアメリカ人は3日で勝てると思ってたらしいんだけど、やっぱり日本の軍隊すごいんで、19日かな、勝って結局アメリカ軍には多くの戦死者なり戦傷者が出たみたいで、アツとあっちのキスカ島の方はほとんど犠牲者をそれほど出さずに退却したんです。アツとあれですね、藤田の画家の藤田のアツと玉砕っていう有名な絵がありますよね。藤田嗣治ですね。そうですね。アツ島の玉砕が1943年。3年。ミッドウェーの後ですね、多分ね。そういう道路だったんですね。なんかあんまりその時は意識せずに。俺も後から知りました。あんなにね広い道路とは思わなかった。けども実は安全そのダリエン地峡だとか、まあ、南部氷床とか、まあ、いろんなこう自然もそうだし政治的にも危険な道路っていうのをたくさん通ってきたわけですけれども、実は、アメリカのハイウェイとかを自転車でっていうの交通事故心配っていうのもありましたよね。結構グレートジャーニーやってる間でその心配っていうのは実は安全に見えるけどとはいえどんなことが起きるか分かんないっていう意味で。ただやっぱり広いっていうのが安全を確保してる、要するに端っこやれば大体離れることないだろう、怖かったのはやっぱり中南米、特にメキシコはね、もう歩くとかね自転車なんか考えてないんですよ。でギリギリのこう2車線、であと本当に 1.5 メートルぐらいのこう切り立ってるんですよ。それでこっちはギリギリに走ってるわけですね。で大型のトラックとかバスがピュンピュン飛んでくるわけで、まあガイドブックがあるんですよ、分厚い、それにはメキシコなんか世界で一番危ない道路とか言っていて、一緒に旅行してたノブ、松尾さんからもう僕はやめますこんなのって言ってバスに乗っちゃいましたから。なるほどなるほど。松尾さんこっちはやめるような百戦錬磨の方でもそうだったっていう、じゃああれかな、やっぱりその今日見ていただいた自転車の旅とユーコンっていうのは、長いグレートジャーニーの中でもこ
数少ない割とこうゆったりとした気持ちもリラックスしたまあアメリカ旅だったん合です衆国カナダもそうですけどね、うん本土の方も、というのは道路が広いんでハイウェイがあるじゃないですか、もう一つ上にフリーウェイってなんですよ、はい、でそれはもっと広いんですよ、で実は自転車入っちゃいけないんですよ、関係ないよって入っちゃってそれで、なるほどね、で広いからもう忘れ物して逆走しても別にどうってことない、なるほどなるほど、本当にそれほど広いんですよね、ちゃんとあと車道とこっちの路肩っていうのは、路肩が広いんだよね、路肩が車道と日本の道路の車道ぐらいある。なるほどなるほど、まあ全然じゃあもう本当にゆったりと、ただ自転車を入るのが冒険でね、パトカーに見つかったらまあちょっと悪いことをするんでね、確かに確かに。ユーコンの川は見てても本当に鮭をね、美味しそうに食べてるのがすごくこう印象に残ってますけど、これは別に最近見たからじゃなくて、20数年前もすごく印象に残ってて、まあ、グレートジャーニーは時々そういうこうホッとする現地のものを食べるっていうね、楽しみ。まあそのユーコンがグルメ旅だったね。ね、そうですよね。だってそのでかいキングサーモン、でそれのイクラがね、イクラがねすごかったですもんね。土地の人食べないからね、いくらでもくれるから全部ってだから、ね、醤油いっぱい持って歩いてたし、ね、はいはい、でまあ鮭は取れるし、まあ、親子丼が鮭だからね、なんかこう豊かな旅をされてるなっていう感じはしましたね。酒尽くしやっぱり拡大だからね、その楽ちんだしね、ほとんど荒れることないし、じゃあなんかこうハードなグレートジャーニーの中で旅は続いてるんだけど束の間の休息のような。そうだね、その前がねあんまりこう失敗した海アックでのこうベーリン海峡横断とか失敗して、その前は犬ぞりだったし、犬ぞり初めてだったからね余計な筋肉使うのがね、あれはハードそうでしたよね。かなりので、しかもソリもずっと動かないじゃないですか。歩いてるっていうか押しながら歩いてるみたいな時間もすごかったし、アンカレッジからウェールズの方のレースがあるんだけど、一番危険なのがそこだったんですよ。その森林地帯、海に出るまでの200何十キロかな、要するに斜面をこうね、森林地帯をこう急斜面なんですよ、だから犬を引き損なったりするし、しょっちゅうこう木に激突するし、なるほどね。で結構疲れこう倒れても重いからね、こう結構みんなで起こしてもね体力いるんですよ、ね、いやすごい体力ですよね。関野さんでもやっぱ体力ありますよね。なんかみんな探検家としては小柄というか細めっていう風に思ってらっしゃいますけど、でもやっぱり体力ありますよね。なんだかんだ言って足腰というか、まあ足腰はね、あとはまあ持久力はもともとあった。そうかそうか。しかし海アックの旅は本当に残念そうでしたね、関野さん。残念っていうか違うだろうっていうね、6月いっぱいやるって言ったじゃないかとかね、いろいろ、なんかこう無念の思いみたいなのがちょっとあんまり他で見ない表情というような気がしたんですけど、海アックが好きになっちゃったっていうかね、やっぱりその、シーカヤックでっていう最後の、砦があるんだけど、やっぱりエスキモーの土地の昔から住んでる人たち、昔から作ってる船で渡るっていう、ちょっと風を使うっていうのがあれなんだけど、漕ぐのと風を使って、行けたらちょっと長いけどね、250キロは、でも行けたら最高だなと思ってたんで、それでみんな断られる中でウェイドさんだけがね、やろうじゃないか、歴史を作ろうじゃないかって非常に乗り気だったのでね、途中でダメだって思っちゃったんだろうね。なんか改めて今思うとなんですけど、あの時の、悔しさみたいなことが後のそのカヌーを作って旅をするっていうのにちょっとつながったりしたのかなっていうふうに思ったんですけど、いやそれまでのカヌーを作る旅のそれ以前の旅、トータルにいろんなことが凝縮してあそこにあるんですよね。
そうかそうか、まあ、町原画とかヤノマミのアマゾンの人たちの暮らしっていうか、一気全て自然から取ってきて作るっていうコンセプトは彼らまるでそのまま生きてるんで、それの生き方とかね、やっぱり先住民の知恵ですよね、いろんなとこで見た。それがで僕先住民たち大好きなのが、そこにあるもの寄せ集めで全て作っちゃう、要するにどっかで買ってくるってことはしないわけですよね。それがまあレヴィストロールスが、まあ、ブリコラージュって言うんですけどね、それでものづくりをするっていうのが、まあ、大好きで、それもまあそれに近いことができたし、そうかそうか。さっき52歳の大島新が48歳の俺の映像を見て、そのなんてバカなやつだって、まあ、思ったって、それで、大島は山の手育ちだよね。まあそうですね、まあどちらかといえば、で僕は下町育ちなんで、そのなんか最後にバカつけるんですよ。今日は良かったよなバカとか言って、要するに、でもバカって言われることがそんなにねこう頭に来ないっていうか、本当にバカが大バカになると褒め言葉なんですよ。なるほど。でそれが、グレートジャーニー応援団もそうなわけですよ。野地さんと5人が応援団なわけですよ、野地さんと4人は4バカって言ってたんですよ。ああそうなんだ。それで俺は大バカ野地さんはバカじゃない。バカじゃない。野地さんはジェントルマン。野地さんはジェントルマンだけどですからね、ちょっと彼だけ2歳上なので。ああそうかそうか。であとは同期。あと同期は同期なんでみんな4バカ。4人いたんで。ああそれはエアさん、坂野さん、岡村さん、海道さん、これが4バカで、関野さんが大バカ。面白いな。いやでも大バカ、僕もさっきバカだって言ったのは褒め言葉として申し上げたつもりですよ。だってこんなこと誰にもできないっていう意味ですよね。はい。まあそういう意味で申し上げたつもりでございました。また失礼しました。本当に。でも世の中の大島新が探してみて、まあ唐十郎とかそのシオンとかまあいるわけじゃない。その他にどんな人が大バカだと思う？でもやっぱ関野さんは特別かな。いやまあクリエイター、狂気のクリエイターっていうのはいるっちゃいるんですよね。まあそんなにたくさんはいないけども、まあある種こう分かりやすいって言ったら変ですけど、まあある種の才能があるがゆえにちょっと狂気を持ってるっていうのはまあ唐さんとかそのさんで、そういうふうにこう類型される人はですねいるとは思うんですよね。関野さんの場合は一見そう見えないというか非常に穏やかで、とてもまっとうな方に見えるんですけど全然まっとうじゃないっていう意味ですかね。あとやっぱりもうこれは前も申し上げたかもしれませんけど、関野さんのそのちょっと狂気の特徴は時間感覚、もうそこがちょっとあまりにもこう普通の方と違うので、そのことですかね。なんといってもまあグレートジャーニー始めるのも結局まあ7年8年がかりっていうことの計画なわけじゃないですか。それもまあちょっと普通ではないし、あるいは探検続けるために医者になる。でこれもまあそんなまあ口で言ったらそうかもしれないけど、そんな簡単になれるものではないですし、そもそもまあそれからね還暦の前後でまた学生たちとカヌーを作って3年がかりで、航海をするっていうような、まあ、そういったことですよね。だからその、まあ、4バカ大バカか分かんないんですけどもなかなかこう私もいろんな人物ドキュメンタリーやってますけども、まあ、ちょっと関野さんは特別に、そうですね。はい。今日はどうでしたか？来週はちょっと変わったところなんですけれども、ユーコン川の支流にポーキュパイン川で、そのさらに支流、まあ本当に水源ですね。そこに半径200キロ以内に誰も住んでないところということは、北海道より広いところに暮らしている一家がいるんですね。そこを訪れました。その映像を来週は見てもらいます。
私たちの映像がいいと思ったらぜひチャンネル登録に、はいポチを押してください。それをもし押してしまったら次のベルマークみたいなところにポチッと押してください。よろしくお願いします。